こんにちは、葵です。私は小学校の先生をしています。私の一日を紹介します。まずは顔を洗って歯を磨きます。先生の仕事には元気が必要です。だから朝ごはんはとても大切です。今日の朝ごはんはご飯、お味噌汁、卵焼き、そしてサラダです。朝ごはんを食べながら天気予報を見ます。今日は晴れです。とても嬉しいです。天気がいいと子供たちが外で元気に遊べるからです。服を着替えて学校へ行きます。家を出ると朝の空気が少しひんやりします。暑い夏が終わって葉っぱの色が赤や黄色に少しずつ変わってきました。もうすっかり秋ですね。たくさんの子供たちが歩いています。赤、ピンク、水色、黒。カラフルなランドセルがかわいいです。みんな友達と楽しそうにおしゃべりしています。少し歩くと見えてきました。私が働いている小学校です。学校に入ると子供たちの声が聞こえてきました。運動場ではサッカーをしている子供たちがいます。音楽室からはピアノの音も聞こえてきます。学校の一日が始まります。教室に入って、まずは朝の会です。みんなで挨拶をしたり、今日の予定を確認したりする大切な時間です。1時間目は国語です。今日は新しい漢字の勉強です。私のクラスは2年生です。1年間で160字の新しい漢字を勉強します。黒板に漢字を書きます。秋、晴れ、風、米。じゃあみんなで一緒に読んでみましょう。はい、上手に読めましたね。では、漢字を一つずつ見ていきましょう。まず、これは秋です。暑い夏が終わって少し涼しくなる季節です。ちょうど今の季節だね。次は晴れ。太陽が出ていて、外で遊ぶと気持ちのいいお天気のことです。そして
風。秋の晴れた日には気持ちのいい風が吹きますね。その風にはこの漢字を使います。最後は米です。秋にはこのお米がたくさん取れます。みんなが毎日食べているおいしいご飯のことだよ。じゃあ次はノートに書いてみましょう。みんな頑張って書いています。たくさんあるので毎日少しずつ覚えることが大切です。はい、今日の宿題です。この漢字を10回ずつ書いてきてください。国語の時間が終わると、算数、そして体育。午前中の授業が全部終わりました。お昼の時間です。日本の多くの小学校には給食があります。給食は学校のお昼ご飯です。みんなで一緒に教室で食べます。給食当番の子どもたちが白いエプロンを着て準備を始めます。まず、給食室から大きなお鍋や食器をみんなで運びます。そして、給食当番は大きなお鍋からご飯やお味噌汁をみんなの食器に分けていきます。机の上にはおいしそうな給食が並んでいます。机を動かしてグループで食べます。みんなで手を合わせて、作ってくれた人や食べ物にありがとうの気持ちでいただきますと言います。私も子供たちと一緒に食べます。毎日違うグループに入るのが私の楽しみです。子供たちはいろいろなことを話してくれます。お父さんに新しい自転車買ってもらったんだ。昨日ね、さとみちゃんの家でゲームやったよ。私も野菜全部食べられたね。すごいと褒めてあげたり、お箸の使い方を教えたりします。授業中とは違うみんなの笑顔が見られる。この時間はとても大切です。みんなが食べ終わると、おいしいご飯をありがとうございました。という気持ちで、ごちそうさまでした。と言います。みんなお腹いっぱいになったかな？給食当番が食器を給食室へ戻します。給食の後は掃除の時間です。日本の多くの小学校では掃除の人はいません。子どもたちが自分たちできれいにします。なぜなら
日本では掃除も大切な勉強の一つだからです。みんなで掃除をすることで助け合うことや物を大切にすることを学びます。まずは椅子を机の上に乗せます。そしてほうきで床を掃きます。その時です。失礼します。5年生が来ました。2年生はまだ掃除が上手ではないので手伝いに来てくれました。体も大きいし、なんだかとても大人に見えます。重い机を一緒に運んだり、ほうきの使い方などを教えたりしてくれます。みんなのおかげで教室はきれいになりました。ありがとうございました。とみんなで言うと、5年生はちょっと照れていました。掃除が終わったら午後は音楽の授業があります。みんなで音楽室に行きます。音楽室には大きなピアノやいろいろな楽器があるので、子どもたちはいつも嬉しそうです。私が弾くピアノに合わせて子どもたちが元気に歌います。実は来月、学校の大きな発表会があります。お父さんやお母さんも見に来てくれます。私たちのクラスはみんなで歌うことになりました。だから毎日頑張って練習しています。ピアノを弾きながらみんなの顔を一人一人見ます。本当に楽しそうな顔をしています。みんなの歌声を聞いていると、クラスが一つになったように感じます。こんな時、私は先生になって本当に良かったなと思います。チャイムが鳴りました。これで今日の授業は全部おしまいです。みんな教室に戻るよ。教室に戻って一日の最後に帰りの会をします。明日の連絡や今日の宿題を確認します。そしてみんなで元気よく挨拶します。先生、さようなら。皆さん、さようなら。時計は午後3時です。子供たちは友達と楽しそうに話しながら教室を出て行きます。あっという間に教室は静かになりました。子供たちは帰りましたが、私の仕事はまだ少し残っています。漢字テストの丸付けや宿題のチェックをします。また、クラスの日記を書いておきます。
国語の時間、いつもはおとなしい美咲さんが、頑張って手を挙げて自分の意見を言うことができました。給食の時間、翔平くんが苦手な野菜を食べることができました。子供たちの小さな成長の一つ一つが私の宝物です。時計を見ると午後5時です。さて、私もそろそろ家に帰りましょう。机の上を片付けてからカバンに荷物を入れます。学校を出ると、どこからかいい香りがしてきました。金木犀の花の香りです。この香りがすると、ああ、秋だなぁと感じます。暗くなるのが早いからか、秋は少しだけ寂しい気持ちにもなります。ポケットのスマホが震えました。友達のゆかちゃんからのメールです。葵さん、お疲れ様です。見て、このラーメン、めっちゃ美味しかったよ。今度一緒に行こう。すごく美味しそうなラーメンの写真もあります。すぐに返事をしました。お疲れ様。わあ、美味しそう。絶対に行きたい。友達との楽しみな予定ができました。写真を見ていたらお腹も空いてきました。今日は何を食べようかな。明日もまた元気な子供たちに会えるのが楽しみです。